美しい湖畔、険しい山道、そして無限に広がる青空。これらを一度に楽しめちゃう国、ここネパール。ネパールは南アジアに位置する小さな国です。地球儀を見ていると広大な海のひとしずくのように思えるかもしれません。しかし今回のお話でネパールの自然がいかに豊かであるかを知ってしまったら最後、ネパールって本当はめっちゃでかい国なのではと疑問に思うこと間違いなし。そんなネパールでしか体験できない最高のアクティビティトップ3を今回ご紹介していきたいと思います。Namaste everybody, Guy-san is here。 今回はネパールでしか体験できない最高のアクティビティトップ3というテーマでお話ししていきたいと思います。ネパールはとにかく自然が豊かです。ジャングルのような森林地帯もあれば、凍える吹雪の吹きつけるような高山地帯もあります。これだけ大自然なら山登りなんかしたらすごく気持ちいいだろうなーなんて思いますよね。素晴らしい推理ですが50点です。ネパールで楽しめるアクティビティはまだまだたくさんあるからなんですね。今から紹介するアクティビティは日本では体験できないものばかりです。特に自然の大好きな方は、うわー挑戦したい、死ぬまでにこれだけはやらないと感じるものがあるはずです。ネパールでしか体験できないことに挑戦し、一生の思い出にしませんか？このチャンネルではネパールに関わる様々な情報を発信しています。ぜひ今のうちにチャンネル登録とコメント欄で応援してください。それでは内容に入っていきましょう。ネパールでしか体験できない最高のアクティビティ1つ目は山登りです。山登りを選んだ理由を話す前にいきなりガイさんからクイズ。日本で最も高い山といえばそう、富士山ですよね。富士山は標高3776メートルだと言われています。僕を縦に2000人くらい並べた高さですね。続いて第2問。ネパールで最も高い山といえばわかりましたでしょうか？そう、実は世界一高い山エベレストです。エベレストの標高はなんと8848メートルです。僕を縦に5000人並べても届かない高さですね。めちゃくちゃ高いです。そのため世界中の登山家にとってエベレストは死ぬまでに訪れてみたい目的地の一つなんです。中でも人気があるトレッキングルートはエベレストベースキャンプとアンナプルナサーキットと呼ばれる2つです。今回はエベレストベースキャンプまでのツアーについてお話をしていきます。その前に現地で困らないようにネパール語を一つ紹介しますね。エベレストはネパール語でサガルマータと言います。サガルは空、マータは頭を意味します。この2単語がくっついて空に触れる頭という意味になります。エベレストの高さを詩的に表現しているわけなんですね。さすがネパール語。そんなことよりベースキャンプまでかよ、すぐ着いちゃいそうじゃんって思った方結構多いんじゃないかと思います。結論を言うとベースキャンプまで5356メートルあります。聞き間違えたかもしれないって？そんなあなたのためにもう一度言いますよ。ベースキャンプまで5356メートルです。往路9日、復路4日の2週間もかけて山に登る、なかなかハードなツアーなんですね。強靭な体力と鋼の意志があれば、あなたもエベレストベースキャンプまでたどり着けます。8848メートルのエベレストの頂上、その標高からしか見れない最高の世界、どんなに美しい世界なのでしょうか？僕もその素晴らしい景色を何度も脳内に思い浮かべました。富士山にさえ登ったことがないのに。ツアーでは他にどのようなことが楽しめるのでしょうか？まずは何といっても景色でしょう。カラパタールと呼ばれるエベレストのビューポイントからエベレストに沈みゆく燃えるような朝日や夕日を見ることができます。寝ぼけながら目にする朝日も職場の窓に差す夕日も美しいですが、カラパタールから見える朝日や夕日は比較できないほどに美しいんです。それを好きな人と一緒に見れたら、最愛の人と朝日を待ち続けるなんてすっごくロマンチックだと思いませんか？ちょっと盛り上がりすぎましたね。朝日のように燃える心を抑えて次に紹介するのはサガルマータ国立公園です。ここにはユニークな動物がたくさん生息しています。動物好きな人にはたまらないスポットでしょう。例えばユキヒョウ、ヒマラヤグマですね。怖い動物ばっかりと思ったそこのあなたに朗報です。なんとめちゃくちゃ愛くるしいレッサーパンダさんも見れちゃいます。しかしここで注意点が一つあります。ネパールの国立公園に入るにはパーミットと呼ばれる許可を取る必要があるということです。サガルマータ国立公園も例外ではありません。ただツアーの場合はパーミット料も含まれていることが多いので、そのあたりは事前に確認しておきましょう。個人で訪れる場合は忘れずにパーミットを取得してくださいね。
パーミットの料金は5000円くらいです。円安ということもあってちょっと高い気もしちゃいますが、ぜひ最高の体験になりますので楽しんでみてください。また食事も楽しみの一つです。ベースキャンプまでの道中にあるティーハウスで新鮮なヒマラヤの食べ物を楽しめます。熱々のダルバートを味わいながらクンブ渓谷の美しさを感じられる場所は他にありません。最後にツアーの補足をします。ツアーはルクラから始まりルクラで終わります。費用は14日間で1人当たり1459ドルぐらいです。1ドル145円で計算すると約21万円ですね。宿泊は2人1部屋で温かいシャワー、Wi-Fi など生活に必要なものを定額で利用できるといった感じなので、あまり豪華なわけではありません。部屋は豪華じゃないのか、がっかりしている人、ちょっと待ってください。窓からヒマラヤ山脈が見える部屋、他のどこの国にあるでしょうか。このツアーは豪華な部屋を楽しむ旅ではなく、エベレストの自然を楽しむ最高の経験を積む旅なんです。豪華な部屋を楽しむことは日本でもできますからね。ネパールでしか体験できない最高のアクティビティ1つ目、山登りでした。ネパールには世界最高峰のエベレストがあります。そのため多くの人がエベレストからの景色を求めてネパールを訪れるんですね。とはいえ登頂を目指すのはかなり大変なので、ベースキャンプまで目指すというプランがとっても人気になっています。山登りは大変だけど、朝日や夕焼けはもちろん美味しいご飯なんかも楽しめちゃうツアーが14日間で21万円ほどで行けちゃいます。行かない理由が見当たらない。でも概算もお金がない。どうしよう。でも次、ネパールでしか体験できない最高のアクティビティ2つ目はパラグライディングです。パラグライディングとはパラグライダーと呼ばれる布製の翼を使って空を飛ぶアウトドアスポーツです。簡単に言うと空飛ぶパラシュートのようなものですね。でもスカイダイビングで使うようなパラシュートとは違って方向転換などは自由にできるそうです。とはいえ一人で行うには専門資格が必要なので、観光客はインストラクターと一緒に行うタンデムフライトを楽しむのが一般的です。このパラグライディングができるおすすめスポットはポカラと呼ばれる都市です。ポカラはネパールで3番目に大きな都市で自然が豊かなことで有名です。ポカラはネパールで2番目に大きな湖フェア湖のほとりに位置しています。フェア湖をちょっと覗いてみると雪で覆われたマチャプチャレ峰や他の山々が湖に映り込んでいるのが分かります。まるで絵画のような美しい風景と都会の喧騒を忘れられる静寂な環境を求めて国内外からのたくさんの観光客が訪れる最高のスポットになっています。続いてタンデムフライトの費用についてですが、付き添ってくれるインストラクターさんなどのフライトの詳細によって異なりますが、タンデムフライトは90ドルから150ドルで楽しむことができます。約1万3000円から2万2000円ぐらいですね。またパラグライディングのシーズンは主に10月初旬から5月初旬までです。特に11月と12月は天候が穏やかなので最も人気のあるシーズンだと言われています。パラグライディングは空飛ぶパラシュートのようなアウトドアスポーツです。これはやったことのある人にしかわからないかもしれませんが、意外と空を飛んでいる最中ってうわーみたいな興奮はしないらしいんですよ。フライトの準備をしている時から徐々に胸が高鳴っていき、パラグライダーが離陸した瞬間が最高潮なようです。重力を無視して空へ舞い上がる、息を飲むような、人間がワシになったような、そんな感じがするのだとか。想像しただけでオラワクワクすっぞー。僕の心はすでに武空術を使うサイヤ人のようですね。それじゃあ空を飛んでいる時はワクワクしないのかなと思った皆さん、もちろんそうではありません。確かにうわーとはならないようなんですけども、想像したらわかるはずです。皆さんは広々とした青空を飛んでいるんですよ。乱々と輝く太陽と青々とした緑、水面に映るはその太陽と緑のきらめき。これを一身に受けた時、あなたはどんな気持ちになるでしょうか。僕は心の内田、日常では決して得られない独特な穏やかさを感じました。これほど日常生活の喧騒から逃れられる完璧な方法がどこにあるでしょうか。勇気はいるかもしれない。でもぜひあなたにも挑戦してほしい最高なアクティビティ、それがパラグライディングなんです。さて最後、ネパールでしか体験できない最高のアクティビティ3つ目はバンジージャンプです。いや日本でもできるじゃん、出川さんとかもやってたしと思っているかもしれませんが、ネパールのそれはスケールが桁違いなんです。具体的な数字とともにお話をしていきましょう。最初に紹介するのはザ・ラストリゾートでのバンジージャンプです。ザ・ラストリゾートではネパール初のユニークなバンジーリゾートで、首都カトマンズから車で3時間の距離にあります。ボーテコシ川の上166メートルの吊り橋がバンジージャンプの舞台です。見てください、この吊り橋、むちゃくちゃスリルありませんかね。さらにこのリゾートではラフティング、
キャニオニング、カヤック、スイングなど様々なアクティビティを楽しむことができます。その中でも166メートルの高さから安全に飛び降りられるバンジージャンプが世界的にも人気があるというわけです。世界中から怖いもの知らずが集まってくるって感じですかね。さらにスリルがあるのはクシュマでのバンジージャンプですね。バンジージャンプの舞台はカリガン滝川の渓谷にかかる520メートルの吊り橋。見てください、この橋。実はアジアで一番長い吊り橋なんです。正直めちゃめちゃ怖いですよね。またクシュマのバンジージャンプは世界で2番目に高い228メートルです。これは2人の自由の女神が肩車しても全く届かない高さなんです。ちなみに僕が130人肩車した高さとほぼ同じです。だから僕の身長で測るなっていうね。ところでバンジージャンプって本当に安全なのって疑問に感じている方も多いはずです。実はバンジージャンプ、スカイダイビングよりも安全です。バンジージャンプの事故率は50万人に1人です。一方スカイダイビングは15万人に1人です。約3倍以上ですね。バンジージャンプの費用についてはザ・ラストリゾートだと約108ドルで日本円で1万5000円くらいです。一方クシュマだと費用は8500円くらいですかね。こちらも想像していたよりはずっと安かったのではないでしょうか。楽しそうだけど実際に行った人から話を聞けたらなーなんて思っていませんか？そんなこともあろうかと僕の知り合いにインタビューしてきました。まずはアメリカ人のパトリーシアさん。私はカトマンズに着いたらまずザ・ラストリゾートを訪れるわ。本当にエキサイティングな場所だから。何度もネパールを訪れている彼女ですらこのように語ってくれています。なのできっとあなたも同じように感じるはずです。さらに僕のネパール人の友達も彼女と一緒にジャンプしなよ、ロマンチックでアドベンチャラスな永遠の思い出を作れるぜとおすすめしてくれました。こりゃ僕も近々やるしかないですね。でも言い忘れてました。私高所恐怖症ありますので、多分無理。はい、皆さんも命に関わりますので冗談抜きでやめておいてください。ネパールでしか体験できない最高のアクティビティ3つ目、バンジージャンプでした。166メートルとか228メートルとかから飛び降りるなんて経験、他のどこでできるでしょうか。しかも2万円くらいの費用でできちゃうんですね。勇気を出して飛び降りた瞬間、あなたはミッションインポッシブルのトム・クルーズになれちゃいますよ。それでは今回のまとめです。ネパールはとっても自然豊かで、その大自然を生かした様々なアクティビティが行われています。その中でも特におすすめしたいネパールでしか体験できない最高のアクティビティが山登り、パラグライディング、そしてバンジージャンプです。山登りの中でも特に人気なのはやはりエベレストに登ることです。とはいえ登頂は難しすぎるためベースキャンプまでを目指すツアーが大人気となっています。14日間でベースキャンプまで向かって下山するこのツアーでは美しい朝日や夕日、レッサーパンダなどの珍しい動物たち、そしてヒマラヤの美味しい食事を満喫できます。ツアーは約21万円で参加可能です。パラグライディングではインストラクターさんと一緒に広大な青空を自由に飛ぶことができます。離陸する瞬間のドキドキ、そして空を飛んでいる時の不思議な感動、どちらも参加しなければ得ることのできない特別な感情です。費用は約1万3000円から2万2000円なので高額すぎないのもおすすめポイントの一つですね。最後はバンジージャンプでした。100メートルを優に超える高さから、それじゃ物足りないって人は200メートルさえも優に超える高さから安全に飛び降りることがネパールではできちゃいます。命綱一つで身を投げ出す果敢な挑戦、それができるあなたももはやトム・クルーズです。大自然を満喫するために世界中の人々がネパールを訪れています。中には何度もネパールに足を運んでいる人もいます。時間とお金を費やしてまで何度も楽しみたいことがネパールにはあるんですね。この魅力はやはり行ったことのある人にしかわからないものだと思います。豊かな自然はもちろん、とってもユニークなお祭りとか、日本でも馴染みのある動物が神のように扱われているとか、興味深い文化だなってたくさんありますよね。知れば知るほど好きになる、世界中を虜にするネパールにあなたも足を運んでみてはいかがでしょうか。このチャンネルでは皆さんの知らないネパール情報をこれからもどんどんと発信していきたいと思っています。ぜひチャンネル登録の方とグッドボタンで応援してください。皆さんはネパールに行ったらこれだけはしたいというものありますか？そちらコメント欄の方で教えてください。また公式 LINE の方も概算の作ってありますので、ネパールのことなら何でも聞く放題となっています。ぜひ登録していつでもメッセージ送ってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ナマステ。And please subscribe our channel and press like also. Share our video also. Bye.